くり解説。棺桶は引きずっても悪は引きずらない。孤高のヒーロー、フランコネロ伝説の傑作ベスト10。皆さんこんにちは。ねえマリサ、マカロニウエスタンって言うと、やっぱりクリント・イーストウッドみたいな、クールなガンマンのイメージが強いわよね。そうだな、レイム。だがな、彼と並び立ち、マカロニの歴史を語る上で絶対に欠かせない、もう一人の巨星がいたんだ。その男の名は、フランコネロ。吸い込まれるような青い瞳を持つ、孤高のヒーローだぜ。フランコネロ、知ってるわ。重そうな棺桶を引きずって歩く、あの有名なジャンゴの俳優さんよね。やっぱりあのイメージがすごく強いわ。ああ、映画史に残る登場シーンだからな。でも、彼の魅力はそれだけじゃないんだ。今回は、彼の代名詞である西部劇はもちろん、アクションから芸術作品まで、彼の俳優としての凄さがわかる傑作をランキングで紹介していくぜ。西部劇だけじゃないんだ。それは楽しみね。皆さんの心に残るフランコネロの映画も、ぜひ思い出しながら見てくださいね。第10位、ダイハード2、1990年。さあ、いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、一体どんな作品なのかしら？西部劇じゃない映画も入るのよね？もちろんだぜ。彼のキャリアの幅広さを見せつけるために、意外な一本から行くぞ。第10位は、あの大ヒットアクションシリーズの2作目。1990年のダイハード2だ。ダイハード2、あのブルース・ウィリスの、フランコネロが出ていたなんて、全然知らなかったわ。どんな役だったの？マカロニウエスタンでのヒーロー像とは180度違う、冷酷非道な悪役を演じて、世界中の観客に強烈なインパクトを与えたんだぜ。ネロが演じたのは、南米の架空国家バルベルデの独裁者で麻薬王のラモン・エスペランサ将軍。物語の全ての元凶となる、めちゃくちゃ重要な黒幕なんだ。ヒーロー役の人が、独裁者で麻薬王だなんて。すごいギャップね。物語にはどう関わってくるの？アメリカに護送されてくるこのエスペランサ将軍を奪還するために、元米軍大佐が率いるテロリスト集団が空港の管制機能をジャックしてしまうんだ。まさに彼一人のために、空港中が大パニックに陥るんだぜ。この映画でのネロの演技は、冷酷さの中に知性と威厳を感じさせ、悪役ながらも観客を引きつける魅力があった。クライマックスでは、将軍自ら飛行機を操縦して脱出しようとするんだけど、最後はマクレーンの起点で飛行機ごと派手に吹き飛ばされるんだ。わあ、最後まで派手なのね。でも、それだけ強大な敵だったってことよね。その通りだぜ。主役のブルース・ウィリスに一歩も引けを取らない、悪のカリスマとしての存在感は圧巻だった。ヒーローだけじゃない、悪役としても超一流だってことを世界に証明した。彼のキャリアを語る上で外せない一本なんだぜ。第9位、殺しのテクニック、1966年。ハリウッド大作で強烈な悪役を演じた次は、どんな作品が来るのかしら？すごく楽しみだわ。次はヒーローでもラスボスでもない、彼のキャリア初期の意外な役どころだぜ。第9位は、1966年の殺しのテクニック。これはマカロニノワールと呼ばれるジャンルの傑作なんだ。マカロニノワール？マカロニウエスタンの仲間なの？なんだか渋くてかっこいいわね。ああ、その名の通り、フィルムノワールのような陰影の深い世界観を持つイタリア製犯罪アクションのことだぜ。この作品が重要なのは、あの伝説のジャンゴとほぼ同じ年に作られたってことなんだ。なのにネロが演じたのは、主役じゃないんだ。主役じゃないの？ジャンゴと同時期なのに？じゃあ一体どんな役だったの？泥だらけのガンマンとは違うのかしら？全くの別人だぜ。この映画の主人公は、ロバート・ウェバー演じる超一流のベテラン殺し屋。フランコ・ネロが演じたのは、その主人公の助手として付けられた、若くてお調子者の殺し屋トニー・ロベイロ役なんだ。あの武骨なジャンゴが、お調子者の若手ですって、全然イメージが違うわ。だろ？しかも物語はそれだけじゃない。クライマックスで、このチャラい相棒トニーこそが、組織と敵の両方に雇われた二重スパイで、主人公の命を狙う裏切り者だったことが判明するんだ。
このベテランと若手の信頼と裏切りっていう構図が、後のアクション映画に影響を与えたとまで言われているんだぜ。なるほど。ただの相棒じゃなくて、物語をかき回す重要な役どころだったのね。その通り。ジャンゴで不滅のヒーロー像を打ち立てた同じ年に、こんな軽薄な裏切り者役も演じ分けていた。フランコ・ネロという俳優が持つ、とてつもない演技の幅を証明した、玄人好みの名作なんだぜ。第8位、燃えよ忍者、1981年。殺しのテクニックみたいな意外な役もいいけど、やっぱりアクションスターとしてのフランコ・ネロが見たいわ。次はどんな作品かしら？わかってるぜ、レイム。お次はアクションファン、特に昭和の男の子たちの心をわしづかみにした、とんでもない一本だ。第8位は、1981年の伝説のカルトムービー、燃えよ忍者だ。燃えよ忍者。タイトルからしてものすごいインパクトね。まさか、あのフランコ・ネロが、忍者になったっていうの？そのまさかなんだぜ。1980年代に世界中を熱狂させた忍者映画、その火付け役となった作品だ。ネロが演じたのは、日本の道場で修行を積んだ白人忍者コール、純白の忍者装束で、刀や手裏剣をぶん回すんだから、当時の衝撃は凄まじかったぜ。白い忍者装束って、全然忍べてないじゃない。ステルス性ゼロね。でも、マカロニウエスタンのヒーローが忍者を演じるなんて、面白すぎる組み合わせだわ。だろ？この物語の基本は、流れ物のヒーローが悪徳地主から人々を救うっていう、完全に西部劇の構造なんだ。荒々しい西部のガンマンが、東洋の神秘的な武術を操る姿は、当時のアメリカの観客には新鮮だっただろうな。だからネロの起用は、ある意味で大正解だったんだぜ。そして、この映画を語る上で外せないのが、敵役の黒忍者長谷川を演じた翔小杉の存在だ。翔小杉、日本が世界に誇るアクションスターじゃない。ああ、本作で主役を食うほどの強烈な印象を残した彼は、この後ミスター忍者として世界的なスターになる。つまりこの映画は、フランコ・ネロと翔小杉、2位の国際スターが激突する夢の共演作でもあるんだぜ。うわぁ、それって伝説の始まりみたいな映画なのね。その通り、今見ると突っ込みどころは満載だが、それも含めて愛すべき一本だ。マカロニウエスタンの象徴だった男が、80年代の忍者ブームの扉をこじ開けた。この異色すぎるキャリアも、フランコ・ネロの奥深さなんだぜ。第7位、真昼の用心棒、1966年。忍者になった次は、一体どんな役を演じたのかしら？今度は正統派のかっこいいガンマンだったりすると嬉しいな。いい読みをしてるぜ、レイム。まさにその通りだ。第7位は、同じく1966年の傑作マカロニウエスタン、真昼の用心棒だ。しかも監督は、後にサンゲリアなんかでホラー映画の帝王と呼ばれることになる、あのルチオ・フルチなんだぜ。あのホラーの監督が西部劇を、なんだかそれだけで、ただの爽快なガンアクションじゃなさそうな予感がプンプンするわ。その予感は的中だぜ。この作品でネロが演じたのは、ジャンゴとは全く違う、正義感に燃える正統派ヒーローなんだ。ふるさとを非道な親子から救うために立ち上がるガンマントムを演じているんだが、そこはさすがフルチ監督。彼の描くヒーローはとにかく壮絶な目に遭うんだぜ。正統派ヒーローなのに、すごく過酷な目に遭っちゃうのね。具体的に、ジャンゴのニヒルな感じとはどう違うの？一番の違いは、その戦う動機だな。ジャンゴが過去の復讐のために戦う孤独なアンチヒーローだとすれば、本作のトムは、家族や友人のために立ち上がる、人間味に溢れた熱いヒーローなんだ。だからこそ、観客は彼に感情移入しちまう。特に、クライマックスで悪党の息子に無知で何度も打ちのめされるシーンは、見ていて本当に辛くなるほど壮絶でな。カメラがネロの苦痛に歪む表情を捉え、その眼差しからは決して屈しない強い意志が感じられる。ネロの体を張った熱演が、トムの不屈の魂を際立たせるんだぜ。うわぁ。それはすごい迫力がありそうね。ヒーローが徹底的に痛めつけられるからこそ、
最後に勝った時のカタルシスも大きい。まさにフルチ監督らしい、容赦ないバイオレンス描写が効いているわね。まさにそれだ。この作品で彼が見せた、痛みを知りながらも正義のために立ち上がるまっすぐなヒーロー像があったからこそ、ジャンゴの影のあるニヒルさがより際立ったとも言える。日本では、続荒野の用心棒の熱狂の直後に公開され、フランコ・ネロが単なるアンチヒーロー俳優ではないことを証明し、彼のスター性を不動のものにした記念碑的な一本なんだぜ。第6位、キャメロット。正統派ヒーローの次はどんな役かしら？だんだんフランコ・ネロのイメージがわからなくなってきたわ。ガンマンで、忍者で、今度は何になるの？はっはっは、それが彼の魅力なんだぜ。次はなんと、中世の騎士だ。第6位は、1967年にワーナーブラザースが拒否を投じて制作したミュージカル超大作、キャメロットだ。キャメロット。アーサー王と円卓の騎士の、しかもミュージカル。もう何でもありなのね。彼は一体、どの騎士を演じたの？もちろん、円卓の騎士の中でも最強にして最高の騎士、サー・ランスロットだぜ。アーサー王の忠実な部下でありながら、王妃グイネビアと許されざる恋に落ちてしまう、物語の超重要人物だ。うわぁ、ランスロット。一番かっこよくて、一番切ない役じゃない。泥まみれのガンマンのイメージとは、全く結びつかないわ。そうだろ？本作での彼は、マカロニウエスタンのワイルドな魅力とは180度違う。気品と高潔さに満ちた騎士を見事に演じきったんだ。その美しい立ち姿は、まさに伝説の騎士そのもの。この役をきっかけに、彼は単なるアクションスターではなく、ロマンスも演じられる国際的な二枚目俳優として、世界にその名を轟かせたんだぜ。なるほど。俳優としてステップアップするための、すごく大きな挑戦だったのね。ああ、そしてこの作品は、彼の実人生においても非常に大きな転機になったんだ。王妃グイネビアを演じた大女優バネッサ・レッドグレイブと、この映画での共演がきっかけで恋に落ちて、実生活でも長年にわたるパートナーになったんだぜ。一度は別離を経験するものの、数十年を経て2006年に正式に結婚。まるで映画のようなロマンチックな結末を迎えたんだ。映画の中の禁断の恋が、現実にもなったってこと？なんだか、すごくロマンチックね。そうなんだ。作品の評価を超えて、フランコ・ネロという一人の人間の人生を語る上でも、絶対に欠かすことのできない一本なんだ。ガンマンが掴んだ、もう一つの伝説と言えるだろうな。第5位、悲しみのトリスターナ、1970年。騎士の次はどんな役なのかしら？もうアクションスターっていう枠じゃ、全然収まりきらないわね。その通りだぜ、レイム。ここからは俳優フランコ・ネロの、その奥深い魂に触れていくぞ。第5位は、銃も刀も持たない、演技力だけで真っ向から勝負した一本。映画史に輝くシュルレアリスムの巨匠、ルイス・ブニュエル監督による1970年の芸術作品、悲しみのトリスターナだ。ルイス・ブニュエル、アンダルシアの犬とか、映画の教科書に出てくるような、あの伝説の監督じゃない。そんなすごい人の映画に、フランコ・ネロが出ていたなんて。そうだ。マカロニウエスタンのスターが、ヨーロッパ最高の芸術家と仕事をする。これは当時としてはとてつもない事件だったんだぜ。これこそ、彼が単なる娯楽映画のスターの枠に収まらない、本物の演技派俳優であることの何よりの証明だからな。一体どんな役だったの？ブニュエル監督の映画だから、一筋縄ではいかない役なんでしょうね。ネロが演じたのは、フランスの大女優カトリーヌ・ドヌーブが演じる主人公トリスターナが、唯一心を許し、激しい恋に落ちる情熱的な若い画家の浦塩役だ。老貴族に虐げられる彼女にとって、唯一の希望の光となるような、純粋でロマンチックな存在なんだぜ。わあ、すごくまっすぐな役どころなのね。アクションとは全く違う、繊細な演技が求められそうだわ。その通りだぜ。物語がどんどん盗作的で破滅的な方向へ向かっていく中で、ネロはカトリーヌ・ドヌーブや、スペインの名優フェルナンド・レイといった本物の怪物たちを相手に、一歩も引けを取らない存在感を示したんだ。
彼の若々しく情熱的な演技は、作品全体の重厚な雰囲気の中で、一服の清涼剤のような役割も果たしている。愛に生きる一人の青年を、見事に体現してみせたんだぜ。すごいわ。ジャンル映画のスターっていうイメージが、完全に覆されるわね。だろ？この作品は、フランコ・ネロがイタリアの娯楽映画のスターから、ヨーロッパを代表する国際的な演技派俳優へと飛躍を遂げた、彼のキャリアにおける最も重要な金字塔の一つなんだ。だからこその第5位なんだぜ。第4位、シャガー、1968年。芸術映画の次は、いよいよフランコ・ネロの本領発揮って感じの作品が来そうね。ワクワクするわ。ああ、その期待は裏切らないぜ。ここからはマカロニウエスタンの真髄、そしてフランコ・ネロという俳優の最高の魅力を堪能できる作品が続くぞ。第4位は、1968年のジャガーだ。ジャガー、なんてワイルドでかっこいいタイトルなの。これはやっぱり、監督はあの人なのかしら。その通り、監督は続荒野の用心棒を生み出した、名優セルジオ・コルブッチだぜ。そして舞台はメキシコ革命西部劇、あるいはサパタウエスタンと呼ばれるジャンルの最高傑作の一つだ。サパタウエスタン、メキシコの革命家が主役になる西部劇ってことよね。フランコ・ネロは、もちろん情熱的な革命家を演じたのよね。いや、そこがこの映画の面白いところなんだ。彼が演じたのは、革命家とは真逆のキャラクター。洗練されたスーツに身を包み、最新兵器を操る。金のためだけに動く超プロフェッショナルなポーランド人傭兵、セルゲイ・コワルスキーだ。この役は、彼がジャンゴで確立した荒々しいイメージとは異なる、知性的でダンディな魅力を引き出したんだ。革命が舞台なのに、お金目当ての傭兵が主役なの？でも、ネロが演じるなら、ただの冷酷な傭兵では終わらない気がするわね。ああ、そしてもう一人の主役が、トニー・ムサンテが演じる、そやで熱いだけが取り柄の素人革命家エウフェミオなんだ。このデコボココンビが、最初は金だけの関係だったのに、戦いを通して次第に奇妙な友情で結ばれていく。この二人の関係性の変化が、物語の最大の魅力なんだぜ。なるほど。いわゆるバディムービーの面白さもあるのね。そういうことだ。さらに、音楽は巨匠エンニオ・モリコーネが担当した名曲群島のバラード。そして悪役には名優ジャック・パランス。まさに最強の夫人だぜ。ジャンゴで見せたクールさに、プロフェッショナルとしてのダンディズムが加わった、フランコ・ネロの新たなヒーロー像が炸裂した傑作なんだ。第3位、ガンマン大連合、1970年。ジャガーのデコボココンビ、すごく魅力的だったわ。ああいうノリの作品がもっと見てみたくなるわね。そのリクエストに応えるぜ。第3位は、あのコンビをさらに進化させたマカロニ史上最高のバディムービーだ。セルジオ・コルブッチ監督の1970年の大傑作、ガンマン大連合だ。またコルブッチ監督なのね。まさに黄金コンビ。しかも最高のバディムービーって、ジャガーを超えちゃうってこと？ああ、フランコ・ネロが演じるのは、金儲けが第一の冷静沈着な傭兵ヨドラフ。そして彼の相棒が、もう一人のマカロニスター、トーマス・ミリアン演じる、不潔でそやだけど熱い革命家バスコだ。トーマス・ミリアン、彼も有名な俳優さんよね。フランコ・ネロとトーマス・ミリアンがコンビを組むなんて、豪華すぎるわ。まさに夢の共演だぜ。知的でクールなネロと、野生的でコミカルなミリアン。この水と油の二人が、最初は罵り合いながらも、絶体絶命の危機を乗り越えるうちに、言葉を超えた本物の友情で結ばれていくんだ。その姿が、めちゃくちゃ胸を熱くさせるんだぜ。うわぁ。男の友情って感じで、なんだかグッとくるわね。だろ？さらに悪役はまたしても怪優ジャック・パランス。音楽はエンニオ・モリコーネだ。映画のタイトルにもなっているテーマ曲バモズはまたコンプはエロズ。日本語に訳すとどうしよう、うちに行こう。この曲の高揚感は本当に最高なんだぜ。聞くだけで血が騒いできそうだわ。監督、俳優、音楽、すべてが完璧に噛み合った革命西部劇の集大成。フランコ・ネロとトーマス・ミリアン、
映画史に残る最高のコンビ愛を堪能できる不滅の一本なんだぜ。第2位、ジャンゴ、つながれざる者、2012年。いよいよトップ3ね。第3位のガンマン大連合が最高だったから、これを超える作品なんてあるのかしら？あるんだな。第2位は、彼が想像した伝説が時を超えて新たな伝説を生んだ。奇跡のような一本だ。2012年公開、クエンティン・タランティーノ監督の、ジャンゴつながれざる者だ。来たー、タランティーノ。彼がジャンゴの大ファンだって話は有名よね。これはもう、愛に溢れた作品なんでしょうね。愛なんて言葉じゃ足りないぜ。まさに、ジャンゴへの狂信的なリスペクトを、己の魂を叩きつけて取り上げたような映画だ。フランコ・ネロはもちろん、カメオ出演しているんだぜ。本人が出てるの？それって、すごく胸が熱くなる展開じゃない。どんなシーンで登場するの？ジェイミー・フォックス演じる新しい世代のジャンゴと、バーカウンターで対面する、ほんの短いシーンなんだ。だが、このシーンの会話が本当に震えるほどかっこいいんだぜ。ごくり、聞きたいわ。新ジャンゴが、俺の名はジャンゴ。D は発音しないと自己紹介する。これはオリジナルの決め台詞のオマージュだな。すると、フランコ・ネロが演じる男が、静かにこう返すんだ。I know。知ってるさってな。キャー、かっこよすぎる。鳥肌が立ったわ。俺こそが本物だって言ってるようなものじゃない。タランティーノ監督の愛が溢れているわね。だろ？この短いやりとりに、オリジナルへの敬意と伝説を受け継ぐ者の覚悟、その全てが詰まってる。実は、タランティーノは当初、フランコ・ネロにもっと重要な役をオファーしていたんだけど、スケジュールが合わずにあのカメオ出演になったという逸話もあるんだ。新旧二人のジャンゴが出会う、まさに映画史に残る名シーンだぜ。すごい。自分のキャラクターが何十年も経って最高の形でオマージュされるなんて、俳優冥利に尽きるでしょうね。ああ、フランコ・ネロが、そして彼が生んだジャンゴが、いかに世界中の映画人から愛され、影響を与え続けているか、それを雄弁に物語る感動的な一本なんだぜ。第1位、即、荒野の用心棒、1966年。ついに第1位ね。これまでの作品も本当にすごかったけど、その頂点に立つのは一体どんな作品なの？ああ、ついに来たな。ランキングの第1位は、もはや説明不要。フランコ・ネロという名を映画史に刻み、彼を永遠の伝説にした不滅の金字塔。1966年、セルジオ・コルブッチ監督、続荒野の用心棒だ。やっぱりこの作品なのね。ジャンゴ、ランキングの他の作品を語るときにも、何度も基準として名前が出てきたもの。そうだぜ。この作品がなぜ別格の頂点なのか。それは、映画史におけるアンチヒーローという存在を決定づけたからだ。冒頭、ルイス・バカロフ作曲の哀愁漂う主題歌が流れる中、泥だらけの道を、重い棺桶を引きずりながら現れる。あのオープニングだけで、それまでの西部劇のヒーロー像は全て覆されたんだ。あのシーンは本当に衝撃的よね。希望なんて全く感じられない。絶望に満ちた世界の始まりって感じで、引き込まれるわ。そして、観客全員の度肝を抜いたのが、あの棺桶の中身だ。40人の敵に囲まれたジャンゴが、おもむろに棺桶を開けると、中から現れるのは敵を一瞬でなぎ払う機関銃。この、棺桶という死の象徴から、さらに圧倒的な死が生まれるっていうアイディアの斬新さと衝撃は、今見ても全く色褪せないぜ。復讐の道具そのものを、ずっと引きずって歩いていたってことなのね。そして、なんといっても最後の決闘シーンが伝説だって聞いたわ。まさに伝説の中の伝説だ。敵に両手を馬の蹄で踏み潰され、銃を握ることすらできなくなったジャンゴが、墓地で最後の決闘に挑む。彼は墓地の十字架を盾にし、その装飾を利用して引き金を固定し、発砲するんだ。満身創痍になりながらも、執念だけで巨悪に立ち向かうその姿は、壮絶の一言に尽きるぜ。聞いてるだけで涙が出そう。ただ強いだけじゃない、痛みと悲しみと、それでも決して折れない魂を持った、本当の意味でのヒーローなのね。その通りだ。この、ジャンゴという作品は、単なる一本の映画じゃない。
フランコ・ネロという俳優とは価値がたく結びついた、一個の神話なんだ。だからこそ、今も世界中のクリエイターに影響を与え続ける。これこそが文句なしの第一位だぜ。総評、まとめ。いやー、今回のランキング、本当に見応えがあったわ。マカロニウエスタンのヒーローっていうイメージだけだったけど、まさか騎士や忍者まで演じていたなんて、すっかり見方が変わっちゃった。ああ、それこそが彼の真骨頂なんだぜ。ジャンゴという不滅のアイコンを生み出しながら、決してそのイメージにとどまらず、アクションから芸術作品まで、あらゆる役柄で輝き続けた本物の国際俳優だからな。しかも、80歳を超えた今でも現役でスクリーンに立ち続けている。まさに生ける伝説なんだ。本当にそうね。役柄によって、あの青い瞳の輝きが全然違うんだもの。クールだったり、情熱的だったり。本当に素敵だったわ。今回の動画で、その魅力が少しでも伝わったら嬉しいぜ。皆さんが一番好きなフランコ・ネロの映画も、ぜひコメントで教えてくれよな。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。